61人の登録者の皆さんありがとうございます。今日はこのApple Watchを信者視点でものすごく細かく見ていきたいと思います。まずApple Watchの表面。この黒い部分はサファイアクリスタルというダイヤモンドの次に硬い頑丈な素材で覆われています。あまり聞き慣れないかもしれませんが、すでに iPhone5S 以降に搭載されている Touch ID にも使われています。次に画面です。画面は有機 EL のレティナディスプレイ、解像度は 390×312 で 303ppi です。他のレティナディスプレイの Apple 製品に比べてもかなり画面がきめ細かい方です。他の液晶が画素をバックライトで照らすのに対して、この有機 EL は画素自体が光るので黒い部分は電源オフと同じ状態になり、非常に省電力です。Apple Watch の文字盤やホーム画面、アプリが黒で統一されているのも、この有機 EL の特徴を生かして省電力を図ったものだと思われます。また有機 EL は黒の発色が非常にいいため、フレームと液晶の枠が見えにくくなってシームレスな製品を作ることも可能になっています。もちろん有機 EL のデメリットもそのまま引き継いでいます。画面の焼き付き問題というのがあります。有機 EL は画素自体が発色するため、長時間同じ画面を映し続けると画面が焼き付いてしまいます。なので定期的に文字盤を変えたり色を変更したりすることをお勧めします。Apple Watch 本体に対して画面はこのぐらいの比率です。実はこの画面、14年9月の発表会の時と若干サイズが変わっています。発表会の映像には現行とは違う UI や画面サイズが含まれた映像があるので、気になった方は Apple 公式の YouTube チャンネルの動画を見てみてください。また Apple Watch はプレス、つまり圧力を検知するフォースタッチの機能があります。iPhone 6S にも圧力を検知する 3D タッチの機能がありますが、6S の方が後に出たものでもあって、Apple Watch のフォースタッチよりも感度がいいです。次に右サイド。このクラウンはデジタルクラウンといい、Apple Watch 最大の特徴といっても過言ではありません。iPhone でいうホームボタンの役割を果たしたり、ピンチとズームもこのクラウン一つで役割を果たします。このデジタルクラウンは2001年 IBM から発売されたウォッチパッドという商品に似たものが搭載されていて、一時期2番煎じだと言われていました。汗で汚れるとクラウンが回りにくくなりますが、Apple 公式ではぬるま湯で洗うことを推奨しています。次にサイドボタンです。連絡先へのショートカットや電源や省電力モードへの切り替えを行います。米国ではサイドボタンを2回押すと Apple Pay が使えます。日本でも WatchOS1 の時にはカードはありませんと表示されていましたが、現在では表示されることはありません。Apple Watch の裏側です。背面はサファイアクリスタルとセラミックで保護されています。充電の方法についてよく聞かれますが、充電はここにつけます。MacBook のマグセーフのようにマグネットでぴったりくっつきます。磁石は中心にしかついていないのでずれる心配はなく、ずれても自動で中心にくっついてくれます。Apple 公式ではこのように言っています。Apple Watch を見なくても寝ぼけている時でも確実に充電できるようにしたかったのです。充電は電磁誘導方式でだいたい1分に 1% ぐらいの充電速度です。この円形の部分に緑色の LED がついていて脈拍を計測できます。LED を照射することで血管の血液量を測り、心臓から血液が送り出されている時かどうかを判断します。これは2013年から一般化された技術です。この心拍測定はかなり正確なようで、これによって持病が発見された例もあります。だいたい10分に1回ぐらい自動で測定されていて、 iPhone のヘルスケアアプリに記録されています。バンドは裏のボタンを押して抜きます。Assembled in China、デザインドバイアップルインカリフォルニアということで、カリフォルニアのアップルでデザインされ、中国で組み立てられたみたいです。ここに高速充電可能な隠しポートがあるみたいです。充電もできるバンドが発売されているのはそのためです。やはりサードパーティー製のバンドのアダプターは純正に比べてもはまりにくい印象はあります。Apple Watch のバンドの Apple 公式の認証も始まっているので、もうしばらくしたら認証済みのバンドが出るかもしれません。次にこのミラネーゼループです。触ったことがない人がまず驚くのがその柔らかさです。
金属なんですが、まるで布みたいな感覚があるぐらい、非常に柔らかいです。Apple 公式映像では、音が強調されていて、ここもかなりこだわっているみたいです。このミラーレスループは、従来の腕時計ではできなかった構造らしいです。16センチの腕で、このぐらいです。マグネット式なので、無限に調節することができます。ただ 42mm で、腕が15センチとか14センチぐらいの人だと結構厳しいかもしれません。アップルウォッチは、公式では耐水で防水ではありません。ただ実際には IPX7 を満たしているので30分間水深1メートルのところに水没させても大丈夫ということにはなっています。アップルの CEO ティム・クックはシャワーに入る時もアップルウォッチをつけているそうですし、プールに15分間入っても大丈夫だったという情報もあるので、ある程度防水機能も期待できそうではあります。CPU は S1 チップと呼ばれるもので、ジャイロや加速度センサー、Bluetooth、Wi-Fi など30以上のコンポーネントが一つになったチップです。性能は A5 チップ相当。A5 チップは第5世代 iPod Touch や iPhone4S ぐらいの性能です。メモリは 512MB で、こちらも第5世代 iPod Touch と 4S と一緒です。分解で有名な iFixit さんの報告では、修理のしやすさは10点中5点と iPhone6 に比べると点数が低いです。S1 チップがいろいろな部品を一つにまとめているので、S1 チップを丸ごと変えれば内部アップグレードができるのではないかとの話がありましたが、 CPU 以外のその他の部品が細かすぎるということで、不可能のようです。またバッテリーは 38mm が 205mAh、42mm が 246mAh で、42mm の方が2割ほど大きくなっています。他のスマートウォッチ、例えばサムスンのギア S やモトローラの元は 300mAh、LG のは 410mAh と比べると少ないですが、 iPhone も他の Android 端末に比べると少なめですし、別に意外なことではありません。バッテリーは OS との関係が深いので、バッテリー持ちは今後の WatchOS のアップデートで良くなるかもしれませんし、悪くなるかもしれません。以前 WatchOS2 と iOS9 のパブリックベータとの相性が悪いのか、バッテリー消費がかなり激しくなったことがありましたが、すぐに配布されたアップデートで改善されたので、WatchOS と iOS が進化すれば今以上のバッテリー持ちを期待できるかもしれません。タプティックエンジンです。Apple Watch は通知をバイブレーションで知らせてくれます。その振動を作るのがこのタプティックエンジンです。今では新しい MacBook、MacBook Pro 2015年以降と iPhone6S に搭載されています。最後に価格ですが、83,800円、税込みにすると9万ちょっとというふうになっています。安いものではないですが、価値のあるものだと思います。以上で Apple Watch の詳細レビューを終わりにしたいと思います。何か質問があればコメント欄にお願いします。それではまた。 OK Google、他の動画を見せて。